ばんは、みちょろパパです。今回はバイオの大人気商品となっている14インチのモバイルパソコンバイオ F14 がムーミンとコラボしたこちらのバイオ F14 ムーミンモデルを紹介したいと思います。ムーミンモデルは女性にはもちろんのこと男性にもおすすめできるバイオストアのみで購入できる限定モデルとなっており、性能も十分に高い製品となっていますので、ぜひチェックしてみていただければと思います。ちなみにバイオ F14 ムーミンモデルはデザイン以外については通常のバイオ F14 と全く同じものとなっていますので、バイオ F14 の購入を検討している人もぜひ参考にしていただければと思います。ちなみに私は IT 関連企業で20年以上働いており、常に新しい技術や最新パソコンに触れる環境にいますので、パソコンについてはかなり詳しい方だと思います。あと、スチョローパパチャンネルでは、これまで最新おすすめパソコンの紹介や Wi-Fi 速度改善のための動画、またパソコン購入後に役立つ情報など、IT に関連した役立つ情報をジャンルを問わず発信していますので、ぜひチャンネル登録をして他の動画も見に行っていただければと思います。それではこの動画の主なトピックを紹介したいと思います。まずはじめに、バイオ F14 ムーミンモデルを選ぶことの意外なメリットを紹介します。次に、このパソコンの基本性能やその他細かい性能、またバイオ独自の便利な機能を紹介します。次に少しマイナスと感じた点を紹介し、最後にこのパソコンのお得な買い方などを紹介しますので、ぜひ最後までチェックしていただければと思います。F14 ムーミンモデルを選ぶことの意外なメリット。まずは F14 ムーミンモデル。ここからムーミンパソコンと呼びますが、このムーミンパソコンの意外なメリットを紹介します。その意外なメリットとは、このパソコンが仕事場において意外なコミュニケーションツールとなるということです。これは私の実体験から来る話なのですが、私の会社では仕事で使うモバイルパソコンについて、会社支給のモバイルパソコンを使う方法と、個人で持っているパソコンを仕事でも使うという BYOD の2種類の利用方法があるのですが、私のチームの女性社員で、このムーミンパソコンを BYOD で利用している人がいます。この女性は単純にムーミンが好きで可愛いからこのパソコンを選んだとのことでしたが、実はムーミンモデルのパソコンに買い替えてから仕事に意外な良い影響が出ています。その良い影響というのは、このムーミンパソコンをきっかけとして取引先のお客様と仕事以外の会話のきっかけが非常に生まれやすくなったということです。特にムーミンパソコンは女性から非常に好評で、今まで相手側に女性がいる会議の場では 100% の確率でそのパソコン可愛いですねと言われたり、ムーミン好きなんですか？私も好きなんですというような会話がお堅い会議の前後でされるようになり、それをきっかけとして今まで仕事以外の会話を全くしていなかったような相手ともフランクな会話がされるようになったりと、ムーミンパソコンが非常に強いアイスブレイクのネタとして機能するようになりました。おそらく相手側も初対面の時などは特にアイスブレイクのきっかけとなるネタを探していることが多いため、ムーミンパソコンはそのネタとして非常に使いやすいのだと思います。実際もし職場や学校でムーミンパソコンを持っている人が身近にいたらいかがでしょうか。おそらく多くの人がそのパソコン可愛いですねなどと一言声をかけたくなるのではないかと思います。ちなみにムーミンパソコンの場合、天板に描かれている絵柄と同じ絵柄の壁紙がこのように設定されているので、非常に可愛い画面となっています。そしてこれらの絵柄は実は選ぶカラーによって3種類ありますので、どの絵柄が欲しいかもカラーを選ぶ際の重要なポイントになります。一例としてウォームホワイトを選んだ場合に通常版とどのような違いがあるのかを紹介すると、まずこちらが通常版のバイオ F14 となっており、天板はバイオのログだけというシンプルなデザインとなっています。それに対しこちらがバイオ F14 ムーミンモデルの天板となっており、左上に可愛いムーミンのロゴが描かれていて、右下にはムーミンの主要キャラクターたちが様々な表情で描かれていて、非常に可愛い絵柄となっています。またこの絵柄は単純なプリントではなく、触った感触としてはおそらくレーザーなどで少し表面を削って描かれていると思われますので、絵柄が劣化して消える可能性もかなり低い作りとなっていると思います。一例としてウォームホワイトの絵柄を紹介しましたが、バイオ公式販売ページではこれら3種類の絵柄について解説付きで紹介されていますので、後ほどこちらのページでじっくり絵柄とカラーを選んでいただければと思います。動画の概要欄②にこちらのページのリンクを貼っておきます。ちなみにムーミンパソコンはこのような可愛い箱に梱包されて送られてきますので、ムーミンファンの方であれば届いた瞬間から非常にテンションが上がるのではないかと思います。このようにムーミンパソコンは可愛いだけでなく、意外なコミュニケーションのきっかけを作ってくれるツールともなりますので、女性に限らず男性も話のネタとしてムーミンパソコンを持ってみるのも面白いのではないかと思います。そしてこのムーミンパソコンはただ可愛いだけのパソコンではありません。バイオ F14 ムーミンモデルはバイオの製品の中では比較的買いやすいスタンダードタイプとなっていますが、それでもその性能は一般ユーザーであれば十分に高いものとなっています。ということで次にムーミンパソコンの性能を紹介していきたいと思います。バイオ F14 ムーミンモデルの基本性能。ムーミンパソコンの場合、パソコンの頭脳部分となる CPU については Core i3、Core i5、Core i7 の3種類から選ぶことができます。これらの CPU は第13世代と最新レベルの高い性能の CPU となっているため、どれを選んでも CPU の性能は十分に高いものとなっています。具体的にこれらの CPU の性能を知る方法として CPU の性能を数値で表すパスマーク値という値があるのですが、一番性能の低い Core i3 を選択した場合 12657となっており、Core i5 を選択した場合には
13669、Core i7 を選択した場合は15329となっています。これがどれくらいの性能なのかをこちらの図を使って説明すると、パスマーク値が1万程度あれば、オフィス作業やウェブ会議はもちろんのこと、比較的負荷のかかる作業である動画編集であっても、フル HD 画質の動画編集であれば快適にできるレベルの性能となっています。つまり CPU は Core i3 を選択したとしても1万を大きく超えて12657も値がありますので、一般的な作業を行う場合においては十分に高性能と言えるレベルの CPU となっています。ではムーミンパソコンで Core i3 と Core i5 を選んだ場合でどのような差が出てくるのかというと、複数タスクが裏で動くような高負荷な作業を行う場合や、複数ソフトを立ち上げて同時に複数作業を行うような場合に性能差が出るものとなっています。その大きな要因としては2つあり、1つ目は CPU のコア数、2つ目は選択できるメモリ容量となります。まず CPU のコア数とは何かというと、簡単に言うとパソコン内に脳みそを何個積んでいるかという数になります。Core i5 の場合その数が10個ですが、Core i3 の場合は6個となっています。そのため並行して複数のタスクが同時に動くような作業を行う場合においては、このコア数が多い Core i5 の方が高い性能が出るものとなっています。2つ目の要因としては、選択できるメモリ容量が Core i3 の場合 8GB メモリしか選択できませんが、Core i5 の場合は 16GB メモリも選択できるようになっているということがあります。メモリは CPU が処理するデータを高速にやり取りするために必要なものとなっているのですが、メモリの容量が大きい方がより早くたくさんの情報を CPU に渡すことができるようになるため、負荷のかかる作業や多くのタスクを並行して行うような作業を行う場合には、メモリ容量が多い方が CPU が高い性能を発揮することができるようになります。ではここで実際に複数作業を行っている場合にどれくらい CPU やメモリが使われるのかを、こちらの Core i5 メモリ 16GB 搭載のムーミンパソコンを使用してお見せしたいと思います。複数作業検証。まずは何もしていない状態を見てみると CPU は 1% でほぼ使われていない状態ですが、メモリは 4.9GB の使用で使用率 31% という状態となっています。何もしていなくても OS の Windows などが使用する分のメモリが事前に確保されるため、このようにある程度の容量は必ず使用されている状態となっています。次に皆さんに CPU などの使用率の変化を綺麗な動画でお見せするために PC の画面を録画する画面キャプチャーソフトを使ってムーミンパソコンの画面録画を開始した状態となります。この状態の場合 CPU の使用率は 13% 以下程度で、メモリが 5.4GB 使用され使用率 34% に変化しました。さらにビデオ会議ソフトの Zoom を起動し会議を開始した状態となりますが、それでも CPU の使用率は最大で 40% 程度で、メモリについては 7.3GB で使用率が 46% となります。さらにこの状態から Excel 互換ソフトと Word 互換ソフトの2つを起動したところ CPU の使用率は最大で 50% 程度、メモリ使用率が 7.7GB で 49% の利用となっています。つまりこれぐらいまでの複数作業であれば 8GB メモリの選択でも問題なく行うことができるということになります。さらに進めていくと、この状態から動画編集ソフトのサイバーリンクパワーディレクターを起動すると CPU は最大で 54% 程度、メモリは 9.4GB で 60% の使用率となります。そこからさらに Web ブラウザを立ち上げてネットサーフィンを行うと CPU の使用率は一時的に 90% を超えることもありますが、平均すると 60% 程度で推移しており、メモリについては 12GB 以下程度で 75% となっています。ということで、これほどたくさんのソフトを同時に起動して使用しても CPU もメモリも平均 80% を超えることはありませんので、 Core i5 メモリ 16GB であれば十分すぎるぐらいの性能となっていることがわかると思います。ゲーミング性能。次にパソコンでちょっとしたゲームをやりたいという人もいると思いますので、ムーミンパソコンのゲーミング性能を3つの負荷レベルのゲームで確認していきたいと思います。まずは負荷が低レベルとなっているドラクエ10の結果ですが、こちらの評価はとても快適という結果となっています。次に負荷が中レベルとなっているファイナルファンタジー14の結果ですが、評価はやや快適となっています。ファイナルファンタジー14レベルになるとこの通り非常に美しい映像となっていますので、それなりに高いグラフィック性能を要求されるものとなっています。そのためファイナルファンタジー14の評価がやや快適というのはかなり良い結果であると言えると思います。次に高負荷となっているファイナルファンタジー15の結果ですが、これは軽量品質でのテストでもやや重いという結果となりました。ファイナルファンタジー15レベルになると通常のノートパソコンで快適に動作するパソコンはほぼありませんので、このレベルのゲームをやりたいという人はゲーミング PC を選択する必要があります。ゲーミング PC についてはこちらの動画で紹介していますので、興味のある方は後ほど見に行っていただければと思います。ちなみにゲーミング性能が高い PC はグラフィック処理能力が高いということになり、動画編集を行う場合にも快適に動作するということになります。この PC の場合、ファイナルファンタジー14がやや快適なレベルで動作する性能を持っていますので、動画編集は問題なく行うことができる性能ということをこの結果からも判断することができます。次にムーミンパソコンが持っているバイオ独自の機能を紹介したいと思います。指紋センサー。
ムーミンパソコンの場合、指紋センサーは電源ボタンと一体型となっており、電源を押すと同時に指紋認証がされ、自動的にログインまで行ってくれるという他のパソコンでは見たことのない非常に便利な独自の機能が搭載されています。この機能はバイオ設定の中でこちらをオンにするだけで使えるようになります。実際にこの機能を使ってログインまで行われる様子をお見せすると、このように登録した指で一瞬電源ボタンを押すだけで指紋の認証までしっかりされていますので、指紋センサーはかなり高品質で感度が良いものとなっていると思います。11秒あたりで自動的にログインがされているのが見てわかると思います。ちなみに起動はこのように非常に早く、起動直後からすぐに作業を行うことができます。ノイズキャンセリング機能。ムーミンパソコンには内蔵マイクを使用した場合に周りの音をカットすることができるノイズキャンセリング機能が搭載されています。ノイズキャンセリングについてもバイオ設定の中でオンにするだけで使用することができます。このノイズキャンセリングの性能については実際に内蔵カメラ、マイクを使用して撮影した映像でお見せしていきたいと思います。これはムーミンパソコンのノイズキャンセリング機能を使った音声テストとなります。今はノイズキャンセリングをオンにしている状態です。私の声クリアに聞こえてますか？実は今音声テストを行っているこの部屋は大音量で音楽が流れている部屋となっているので、非常にうるさい環境で録画をしています。ということで、これからノイズキャンセリングをオフにしてみたいと思います。ノイズキャンセリングオフ。どうでしょうか？実はこんなにうるさい部屋で話をしていたのです。ノイズキャンセリング機能により、周りに流れている音楽が完全にシャットアウトされて、私の声のみが聞こえるようになっていました。このままではよく聞こえないと思いますので、またノイズキャンセリングをオンにします。はい。ということで、これでまた音楽が聞こえなくなったと思いますが、実際は今も音楽が大音量で流れ続けています。今まで様々なメーカーのノイズキャンセリング機能を試してきましたが、バイオのノイズキャンセリング機能は、この通りかなり品質が高い方だと思います。このノイズキャンセリング機能を使えば、周りがうるさい環境でも、どこでも気にせずビデオ会議に参加することができますので、ぜひ使ってみていただければと思います。ノイズキャンセリングを行っているときはどうしても通常時よりは音質が悪くなりますので、ここで静かな環境でノイズキャンセリングをオフにした状態で撮影している映像についてもお見せしていきたいと思います。それでは内蔵カメラと内蔵マイクのテストを行っていきます。どうでしょうか？映像は綺麗でしょうか？音声はクリアでしょうか？ノイズなどはないでしょうか？それではテストを終了します。バイバーイ。内蔵カメラ機能。内蔵カメラについても様々なバイオ独自の機能が搭載されていますので、その中で2つを紹介していきたいと思います。まず1つ目は背景をぼかす機能です。自宅でビデオ会議などをする際に部屋を見られたくない人も多いと思いますので、そのような時にこの機能を使えば、どのビデオ会議ソフトを使用している場合でもこのように背景を隠すことができるので非常に便利だと思います。また面白い機能として自動フレーミング機能があります。自動フレーミング機能はカメラから皆さんの姿が少しずれてしまった場合や動きながらビデオ会議をしている時にある程度の範囲内であれば常に皆さんが中心に来るように自動でカメラが追ってくれるという機能となっています。この機能は外付けの値段の高いカメラなどについている場合があるのですが、パソコンの内蔵カメラでこの機能がついているというのは他社メーカーではなかなかない機能となっています。スピーカーノイズキャンセリング機能。ムーミンパソコンはスピーカーから出す音について人の声以外の音をノイズとしてカットする機能が備わっています。そのためビデオ会議の相手の周辺がうるさい場合や YouTube 動画のバックミュージックがうるさい場合などにこれを使うと相手の声を聞きやすくすることができます。では実際に私の YouTube 動画を使ってこの機能を実験した様子をお見せしていきたいと思います。まずはスピーカーノイズキャンセリング機能をオフの状態で動画を再生します。こんばんは、そちらのパパです。皆さんはパソコンの正しい初期設定の方法をご存知でしょうか？パソコンは正しく初期設定を行ってから使わないとパソコンが快適に動作しなかったりウイルスに感染してしまったりする可能性が高くなってしまいます。この場合は私の動画でいつも使っているバックミュージックが普通に聞こえる状態となっています。次に同じ動画をスピーカーノイズキャンセリングオンの状態で再生してみます。こんばんは、そちらのパパです。皆さんはパソコンの正しい初期設定の方法をご存知でしょうか？パソコンは正しく初期設定を行ってから使わないとパソコンが快適に動作しなかったりウイルスに感染してしまったりする可能性が高くなってしまいます。ということでバックミュージックがほぼ完璧に消えて私の声のみが聞こえるようになったことをご確認いただけたと思います。このようにもともと用意されているバイオ設定の画面で設定を行うことによりバイオ独自の様々な便利な機能を使用することができるようになっています。次にモバイルパソコンとして非常に重要なバッテリー性能、耐久性、重さについて紹介したいと思います。
バッテリー性能。モバイルパソコンとして使う場合に非常に重要なのがバッテリーの性能となります。ということで、まずはバッテリー利用時にどれくらいの時間使えるのかを Windows の機能で確認していきたいと思います。電源コードを抜くと Windows がバッテリーの残り時間を計算して表示してくれるので、そちらで確認していきます。まずは標準設定で画面の明るさを最大にした場合の結果ですが、9時間51分となりました。また BIOS 設定でバッテリー節約設定をオンにして再度確認してみると、今度はバッテリー残り時間は11時間15分となりました。おそらく9時間以上バッテリーが持つのであれば、ほとんどの人は問題ないのではないかと思います。ただし、使い方によっては画面の明るさを暗くするなどして、この時間より長く使うこともできますし、逆に負荷のかかる作業をやり続けた場合には、この時間の半分の時間しか使えない可能性もありますので、この結果はあくまでも参考値となります。もし外出先でバッテリーがなくなってしまった場合でも、ムーミンパソコンにはこちらにある Type-C 端子からもパソコンを充電することができますので、このようなパワーデリバリー対応のモバイルアダプターを一つ持ち歩いておけば、スマホと兼用で充電できますので、付属の電源コードを持ち歩くより軽くてコンパクトなので便利です。こちらの商品の購入リンクは動画の概要欄に貼っておきますので、欲しい場合はそちらからチェックしていただければと思います。また、ムーミンパソコンが搭載しているバッテリーは、バイオがバッテリーメーカーと協業して開発した劣化対策を行ったバッテリーとなっていますので、例えば4年後でもバッテリーの劣化は通常よりかなり抑えられるものとなっています。そのため他のパソコンに比べバッテリーの劣化の心配が少ないものとなっています。ムーミンパソコンの耐久性。ムーミンパソコンは様々な耐久試験をクリアした非常に耐久性の高いパソコンとなっています。例えば、加圧振動試験では通勤ラッシュのカバンの中を想定して強い圧力と揺れが長時間加わったとしても問題ない作りとなっていることが確認されています。圧力については、パソコンに 150kg フォースの圧力がかかっても問題ないことが確認されていますので、満員電車の中で押されてもまず壊れることはないと考えて良いと思います。またディスプレイを閉じた時にペンなどが挟まってしまい、液晶を壊してしまうということがたまにあったりもしますが、ムーミンパソコンの場合、このようなことをしてしまっても簡単には液晶が壊れないような作りとなっているので安心です。特に液晶画面はノートパソコンで最も壊れやすい部品となっていますが、ムーミンパソコンは液晶が壊れにくい構造がかなり追求されていて、様々な種類の圧力試験や落下試験などをクリアしたものとなっていて、非常に堅牢性が高い製品となっていますので、他のパソコンに比べ非常に安心して持ち運んで使うことができるパソコンとなっています。ムーミンパソコンの重さ。ムーミンパソコンは一部アルミが使われていますので、一見重そうにも見えますが、実際にその重さを測ってみると 1312g となっていますので、モバイル PC として十分持ち運び可能な重さとなっています。サイズ感としては A4 サイズより少し大きい程度のサイズなので、リュックなどであれば余裕で入るサイズとなっています。ちなみに持ち運びをしない人の場合は、16インチのムーミンパソコンもあり、基本的な性能は同じものとなっていますので、そちらをチェックしてみていただければと思います。ということで、モバイル性能についてはかなり優れたパソコンとなっていることをお分かりいただけたのではないかと思います。次に、バイオがこだわっている見た目のかっこよさ、美しさの持続性についてを紹介したいと思います。キーボード、パームレスト。キーボードは長年使っていると、通常の塗装で作られたキーボードの場合、キートップの文字が薄くなってしまって、見た目が古臭くなってしまうということがよくあるのですが、ムーミンパソコンのキーボードの場合は、レーザー刻印をして文字を削り出した上に、さらに UV 塗装を行って仕上げていますので、キートップの文字が非常に消えにくい作りとなっています。さらに、キーボードの周りのパームレスト部分は、アルミ合金製となっているため、耐久性が高いのはもちろんですが、見た目に高級感があり、さらに特殊な技術により、塗料がアルミの中に埋め込まれていて、通常の塗装のように剥げることもないので、いつまでもこの高級感のある美しい見た目を維持することができるものとなっています。このようにバイオは見た目の劣化を防ぐ対策にも非常にコストをかけて作られていますので、バイオを長く気持ちよく使ってもらいたいという開発者の意図が非常に伝わってくるパソコンとなっています。唯一マイナスと感じたポイント。私が個人的にマイナスと感じたポイントは、画面の明るさを最大にした時の明るさが少し暗いと感じたところです。これは他社の同価格帯の PC に同じ壁紙を設定して映像を比較したものとなっていますが、比較するとやはり少しですが、バイオの方が画面が暗いように感じました。私の場合は普段から目の疲れを軽減するために画面の明るさを落として使用しているので問題ないですが、画面が明るい方が良い人の場合は気になるポイントとなるかもしれません。ちなみにこの動画で撮影しているムーミンパソコンの映像は、全てディスプレイの映像は明るさ100% の設定で撮影しているのですが、外から入る光の量などによってもディスプレイの映り方は変わってきますので、気になる方は他の箇所の映像も確認していただければと思います。逆に言うと、これ以外に関しては特にマイナスポイントは見つからず、むしろプラスポイントが非常に多いパソコンとなっていますので、この動画を見て少しでも欲しいと思った人は、ぜひ次のお得な購入方法をチェックしてみていただければと思います。お得な購入方法。まずは動画の概要欄丸1にあるリンクから表示される BIOS ストア新規会員登録ページで必ず先に会員登録を行ってから購入するようにしてください。なぜならば
バイオ会員登録を行うと新規会員がもらえるスペシャルクーポンをもらうことができるからです。もちろん会員登録は無料です。会員登録が終わるとマイページ画面が表示されますので、こちらのクーポンの確認のボタンを押してください。するとこちらに新規会員登録でもらえるクーポンコードが表示されます。このクーポンは後で選択することができますので、特にメモなどをする必要はありません。次に動画概要欄③のリンクをクリックしてください。するとこちらのバイオ F14 ムーミンモデルの購入ページに直接行くことができます。ここでカラーとパソコンの構成を選択していきます。まずカラーについては初めに説明した通り、カラーによってムーミンのデザインも変わってきますので、どのデザインが良いかも考えてカラーを選ぶようにしてください。次からがパソコンの構成となりますが、私のおすすめの構成を紹介していきます。まず OS は法人で購入する人以外は基本的に Windows 11 Home の方で問題ありませんので Home のままとします。次にプロセッサーメモリストレージですが、先にお見せした通り Core i5 プラスメモリ 16GB で性能は十分となっており、また SSD についても内蔵 SSD としては 512GB あれば普通は十分なので、こちらのおすすめとなっている Core i5 の選択が実際おすすめだと思います。 SSD については使い方によっては 1TB 搭載したとしても容量が足りなくなりますので、ここで2万円多く出して内蔵 SSD を 512GB 増やすより、このような 1TB の外付け SSD を購入した方が圧倒的に経済的なのでおすすめです。私も実際にこちらの商品を使っていて非常に小さくて持ち運びにも便利なのでおすすめです。次にマウスについては持っていない人はここでセットで買うことをおすすめしますが、すでにマウスを持っている人はここでなしにすると3000円安くすることができます。今回はマウスありとしておきます。この後の周辺機器は必要であればつけても良いですが、必須なものは何もありません。ソフトウェアについてはオフィスが必要な人はつけても良いと思います。ただし大学生の場合は普通は大学から無料でオフィスのライセンスを提供されますので、オフィスを購入する必要はありません。そしてこの辺のソフトは基本的に不要ですが、サイバーリンクパワーディレクター&フォトディレクターについては動画編集を行いたい人はつけても良いと思います。ちなみに私のこの動画もサイバーリンクパワーディレクターを使って作成しています。またセキュリティソフトについては無料で使える Avast 無料アンチウイルスが性能が非常に良く完全無料で使えますのでおすすめです。こちらの無料版をダウンロードできるページのリンクを動画の概要欄に貼っておきますので、こちらからダウンロードしていただければと思います。またパソコン初心者様向けにこの無料セキュリティソフトを含めセキュリティに関する初期設定のやり方やパソコン購入後に初めに行う Windows の初期設定方法についてこちらの動画で紹介していますので、よかったらこちらの動画も参考にしていただければと思います。話を戻して保証についてはもともと3年間の保証が無料でついてくるのですが、心配な方は4年間の保証などをつけても良いと思います。メンテナンスパックについてはバッテリーの劣化対策がされているパソコンということもありますので、バッテリーがめちゃくちゃ重要という人以外はつける必要はないと思います。ということでプロセッサーメモリストレージのところでこちらを選択した以外は何も元の状態から選択を変えずにカートに入れると価格は17万9800円となります。さらにここから先ほど入手したクーポンコードを適用させるためにはクーポンコード入力欄の横にあるこちらの利用可能なクーポンを表示するをクリックします。すると先ほど入手したクーポンが表示されますので、このクーポンを選択するを押します。そして適用を押すとこちらにクーポン値引き1万円が表示されますので、クーポン値引きが入ったことを確認してください。クーポンで1万円値引きされると価格は16万9800円となります。16万9800円で Core i5 搭載プラス 16GB メモリのムーミンパソコンを買えるのであれば、高級なパソコンというブランドイメージのあるバイオにしては意外と思ったより安く買えるという印象となりますが、さらにここから期間限定キャンペーンなどでの割引が自動で適用されたりすることもありますので、タイミングによっては驚くほど安く買えることもあります。そのためお急ぎでない方はぜひ何か期間限定キャンペーンが行われているタイミングを狙って購入することをお勧めします。逆に言うと、もし皆さんが買おうとしたタイミングで期間限定キャンペーンが行われていれば、それはバイオを安く買える大チャンスですので、すぐに購入することをお勧めします。今回の動画いかがだったでしょうか。もしこの動画が役に立った、面白かったという人はグッドボタン、チャンネル登録をお願いします。またもしパソコン購入に関する質問などがあれば、このパソコン以外のことでも何でも受け付けていますので、気軽にコメント欄で質問していただければと思います。それではまたお会いしましょう。See you next time. バイバイ。